フライトジャケット塾開講です。バズリキソンズ神谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。塾長お願いします。はい、本日のお題は、はい、これは何でしょうか。インターメディエートゾーンですね。陸軍航空隊。そうです。アメリカ陸軍航空隊で、インターメディエートゾーンと言いますのは、はい、マイナス10度から摂氏10度までの飛行目的で開発されたフライトジャケット。ここのインターメディエートゾーンって、はい、一番複雑で、そうですね、こう覚えることがものすごく多い、はい、ところじゃないですか。戦闘機を飛行する上で、一番直面しやすい温度域でもありますし、はいはい、短期間で目まぐるしくこうジャケットが変わっていくっていう。これ見てる方は、はい、絶対保存しておいた方がいいようなですかね、今回は回なんじゃないかなと、はい、以前にも何度かインターメディエートゾーンに関してはやっていただいたことがあるんですよ。そうですね。でも一旦聞いたところで覚えられる人なんて、なかなか少ないと思っていて、これ何回もおさらいをしていかなきゃいけないなと思いますし、ここが最終的には本当のフライトジャケットのスタンダードと呼ばれている MA1 につながっていくわけですよね。つながっていくんですよね。なんで、もう MA1 知ってるよっていう人はすごく多いと思うんで、そこにたどり着くまでの話が、今日は聞けると思ってよろしいですかね。そうですね。はい、よろしくお願いします。まずこちらにありますのが、B タイプ B10 と呼ばれるコットンツイルを使用したフライトジャケット。これはそうですね、コットンですね。これ以前というのは、羊の皮を使った、こういった松島さんに着てるような、割と短く刈り上げた B6 という、これよりももっと短く、そうですね、薄くっていうとあれですけど、毛足の短いやつですね。ムートンの調達が難しくなったこととか、もっと生産性を上げるために、でかつ動きやすく、っていうことでコットン製のフライトジャケットに変わるんですね。これ何年ぐらいですか？これ1943年から44年ぐらいまでに採用されたジャケットでして、形というのが海軍で採用した AN シリーズ、AN6552、ANJ3A、その形をコットンツールに置き換えた。だからすごく、タイプ G1、海軍の G1 ジャケットに酷似してるんですね。もともと海軍は革ですもんね。ゴートを使ってっていうのがコットンに置き換えたと。置き換えて、なおかつその保温性を確保するためにアルパカライニングですね。そうですね。こちら、この綺麗な毛並みですね。これまた、以前のそのムートンの B6 もその毛を内側にライニングに貼ってあったので、それを継承してのこういうアルパカウールのパイルですね。襟が天然ムートンで G1 と同様に割と小ぶりな襟で、でフロントは、フラップ付きのパッチポケット、でなおかつライニングには片方にこういった内ポケットがついてるんですね。内ポケットがついてますね。で脇の下もこんなふうに細かくカッティングしちゃって動きやすいんですね。動きやすいんですね。あとはそのフラップポケットのところにペン差しポケットですとか、本当だ。あとこの B10 というのはコントラクターによってさまざまなバリエーションが存在してまして、エポレットついてるモデルとか、ここに後ろにあるのがこれも B10 なんですけど、エポレットのないモデル。取ったわけではないですね。最初からなさそうですね。ないんです。あとは襟のムートンも、こういったシープスキンのジャケットみたいな色した真っ白な感じに見えますね。感じのものもありますし、っていうもうすごくバリエーションがあったんですね。これ見るとこうリブの色が、そうなんですね。他みんな同系色なのに、かなりレアなモデルを、当時これスーペリアトグスっていうコントラクターが手掛けたモデルなんですが、こういう明かり棒を使ったものも、A2 なんかにも存在するんですけど、かなりこれが今回はすごく目立つモデルですね。裾と袖口のリブっていうのが、絶妙なコントラストですね。でこの B10 の後に続いていくのが、名称が変わって B15、10から15に変わるわけですね。B15 になって今度アルファベットが ABCD っていうふうに付加されていくんです。それモデルが変わっていきます。じゃあそれを、B10
5からですね。そうですね。まずは A がつく前の5から、見ていきましょうか。はい。はい。こちらがその B10 から続く15ですね。はい、B15 というシリーズに変わって、はい、私が持っているのが B15、はい、で真島さんが持っているのが B15A、はい、B10 と B15 の違いといいますのが、はいはい、まずジッパーが B10 はセンターにあったんですが、その正面のスレや摩擦を解消すべくちょっとオフセットになってるんです。右側にオフセットされたっていう感じですかね。あとは正面から見た時のポケットですね、はい、先ほどまではフラップ付きのパッチポケットだったんですが、ハンドウォーマー的な今度スラッシュポケット、切り込みのポケットに斜めに変わったと、はい、スナップボタンで物が中に入れた時も落ちないようにされてますね。はい、あとはポケットのフラップのところにあったペン差しポケットが袖のところに移行されます。あ、そうか。さっきのはここにペンが入るようになってましたけど、はい、袖に変わって縦に2本入るようになって、はい、でこの B15 シリーズからですね、型紙が立体裁断といいまして、腕がこんなふうに持っただけでもこう前に振るように、ちょっと前出ますね、はい、操縦しやすいように、短く切ったのと長くカッティングしたのをつなげることでこう立体的にフォルムが形成されてるんですね。結構それって革新的なそうですね、パターン変更ですよね。そうですね。はい。でこれが今自分が持っているのは B15、はい、で真島さんが持っているのは B15A というタイプ。B10 からまず B15 がなってきて、そこからさらに進化したのが B15A と。はい。まずその外観で大きな違いは、酸素マスクを固定するため、邪魔にならないように固定するためのクリップ止めるオキシジェンタブ、この革ですね。はい、革製のオキシジェンタブが追加されて、はい、あとは機内で通信を ICS コードループっていうのがあるんですけど、はいはい、こっちはねついてないんですけど、収納固定、そこを通して邪魔にならないように、はいはい、脇の下にそういうふうにタブが追加されたりですとか、あとは先ほどの袖のポケット、はい、ペン差しがこちらは2本だったんですけど、はい、B15A では4本。ははは、幅が広くなってます。はいはいはい、こういったところが違いますかね。その現場の必要性に応じて、はい、リクエストに応えて変えていったものなんですかね、こういうのは。はいはい、常にやっぱりそのパイロットが快適に任務を遂行できるように改良されてるわけですね。しかし神谷さん、この B15 って B15A ですけれども、はい、これ当時のヴィンテージそのまま、いわゆる実物ってやつですね。そうですね。はあ、こんなのもう今貴重すぎて探しても手に入るものじゃないですよ。こういう貴重なものを所蔵して、バズ・リプソンズで所蔵して、これをベースにこうリプロダクションしていくっていうそうですね。ことなんですか。素材をまず分析、素材の色味ですとか、こういうムートンのパーツの色味ですとか、厚みですとか、質感ですとか、なんかこれは実物がないとわからないことっていうのもいっぱい、写真だけじゃ見てわかんないものっていっぱいありますもんね。そうですね。こういうのが綿密に研究材料になってるわけですね。はいはい。すごいな。こちらが B15A に続く B15B というタイプですね。 B ですね。はい、自分の着てるライトゾーンの L2 ですとか、B15B から、当時の最先端の化学繊維ナイロンが登場して、その B15B やら L2 にフライトジャケットに初めてナイロン素材が使われた。もう今じゃ当たり前の素材になっちゃってますけれども、ナイロンというとこれは40年代ですよね。40年代の当時は、なんだこれはというものだったんですかね。もう画期的な素材ですよね。強靭であり、かつ軽量であり、すごいなんか歴史の重みを感じますね。ディテール的にも全部変わるんですか。そうですね。まずジッパーがですね、一回り大きいサイズに変わりますね。ですからもうフライトグローブとかしても割とつかみやすいサイズで、なおかつそのタブがついてますので、つかみやすい。
はいはいはい、ここのプルタブですね、これが。そうですね。あとはその先 B15A では三角形のオキシジェンタブが2つあったのが長方形になって1つに変わりますね。これですね。はいはい。であとは袖についてたポケット。はい。ペンが4本収納できるのは変わりないんですが、今度シガレットポケットといいましてね、タバコもファスナー付きでタバコも収納できるっていう。あ、見たことあるこのポケットっていう人は多いんじゃないですか、この形になってくると。これがあるからこそフライトジャケットに見えるっていう特徴でもありますよね。はあ、確かにそうですね。はい、へえ。でこれ亀谷さん持ってるのはナイロンじゃないですよね。これは何ですか？はい、ナイロンがその B15B で採用され量産される、はい、正式に採用される前に、はい、試行錯誤を繰り返したテストサンプル、はい、サンプル品ですよという、はい、特定のパイロットに限定で実際来てもらって、それで実際空を飛んでもらってどうなのかっていうところの試験されたジャケット。改良中みたいな。はい。だから素材もイレギュラーだったりするんですね、量産前の。はあはあはあ、これもうほぼ素材だけ違いは。そうですね。この素材は何ですか？これは、はい、レーヨンコットン、コットン素材もあるんですが、レーヨンコットンとかもあってですね。はいはい。はい、これはじゃあそのレーヨンとコットンの混紡のコットン側を使用してます。柔らかい感じがしますもんね、はい、コットン100でこのテストサンプルの時はまだ裏地もアルパカのままなんですが、B15B 正式採用環球品になった時は、裏地もナイロンでカバーされてる。変わってるんですね。はい、ナイロンを覆うことで動きやすく、はいはいはい、中に入ってるインターライニング、はい、これがコットンとウールの混紡ですね。俗に言うウールパイル。中見えない部分ですね。はい、見えない部分。はいはいはい。ほう、それでも防寒性はしっかり担保してくれると。保温性を確保してますね。ほう、はい、そういうことなんですね。実はこのインターメディートゾーンのフライトジャケット、はい、裏を返すと、はい、ひっくり返すとですね、はい、本当に知恵と工夫がふんだんに詰まっていることが確認できるんですね。ほう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 。どういうことですか、それは。はい、まず内側のライニングについているポケット、はい、B10 では片側だったんですが、はい、両サイドに収納ポケットがついてまして、あとは脇の下アルパカパイルをくり抜いてあるんですね、こうやって。でくり抜いてあって、なおかつ滑りの良いレーヨンコットンのツイルでカバーしてるんですね。ここも肘のところも、はいはい、運動性を高めるために。曲がるときに、はい、そこにまでアルパカが貼ってあると、はい、曲げづらいですもんね、可動域が狭くなりそう。ここのくり抜いたディテールは後の MA1 まで続いていくんですね。あ、そうなんですね。はい、あと裾とその袖口のところも、まあ、どうしても、はい、リブの付近までアルパカが行ってますと、はい、ちょっと動きにくいというところで、ここもくり抜いてですね、あえて少し残してるわけですね。はい、摩擦を防いで滑りを良くするために。だこうやって裏を返すとですね、本当に研究されてるなっていうディテールですね。はいはいはい、この辺も魅力ですよね、 B15 シリーズの。こういうのってこう外側からただ着てるだけだとわからないものじゃないですか。そうなんですよ。でやっぱりこれも実物のそのヴィンテージなんかがあれば、こういうことに気づけるわけですね。そうなんですね。写真だけでは見つけられないですもんね。はいはい、こういうテストサンプルのヴィンテージなんかも、お持ちだったりするんですか？そうなんですね、持ってて、それを分析するとなぜこういうふうにディテールだったのかっていうのを探ることができるんですね。はあ、じゃあもうしっかりとリプロダクションするんだったら、欠かせないものになるわけですね。はい、一気に全然違うものに変わりましたが、はい、先ほどの B15B から今度は B15C という、はい、1950年代初めですね。はい、これまで米陸軍航空隊だったんですが、その前回の B15B から US エアフォース独立して、この袖のですねインシグニアステンシル、はい、もう B10 の時代はアーミーエアフォーシズだったんですが、はい、B15B からは米空軍 US エアフォース
やっと空軍がアメリカにもできたわけですね。はい、で、その時に採用されたジャケットなので、空軍に独立してそのシンボルカラーであるエアフォースブルーというカラーが採用されたんですね。これは色はまあ違いますけど、かなり B15B に近い、ディテールを持っていると言っていいんですかね。はい、で、オフセットされてたジッパーがですね、この B15C から今度またセンターに移動されるんですね。あとはこれまで革製のオキシジェンタブが、ナイロン製の、極厚のテープに変わったりですとかしてますね。で、松島さんが持ってるのは襟付きの B15C というタイプなんですが、私が持ってるのは後にそのヘルメットが大型化されて、襟のムートン旧式となったジャケットになるんですね。その時に一気に回収作業、テクニカルオーダーによって襟を取りましょうというところで、この襟が全部取られて、こういう手術したような跡、ステッチ、白いステッチが残る。で、あとは袖の当時のその採用されたジャケットとやはりその付け替えたリブの色が当時のものではないので、もう若干のこの色の違いも袖と襟で違うわけですね。違うわけです。その辺もリアルに再現してるわけですね。そうなんですね。で、この襟を取り外してニットをつけるときに、作業としてその下から入れないといけないので、そのミシンをひっくり返したりする作業があるので、後ろ半分もこんなふうに開けて回収作業をするんですね。これ当時実際そうだったんですか？実際そうなんですね。で、もちろんその襟を付け替えるときにこのハンガーループもですね、外さないと付け替えられないので、ハンガーループもあえてこうやってリアルに白い、じゃあこれを見て白いステッチのところは回収された、そう証ですね。モディファイしましたよっていう痕跡なんですね。ねえ、ここまで来るともうなんかね、だいぶ MA1 への道がだいぶ近づいてきたような感じになりますよね。で、ちゃんとこう正面から見ても分かりやすいようにですね、これはモディファイ、モデルチェンジしましたよっていう後で白いタグが付加されるんですね。上からしかも付け替えるんではなくてですね。だから後ろから見るとステッチが後ろに貫通してないんですね。普通はそうか。だからこの裾から開けないといけないんです。そうか、ただ上から縫ったわけだと貫通しますもんね。貫通します。細かいことをやったんですね。やったんですね。そうですね。B15 が A から C まで来て、そしてこれが B15D ですね。まず外観パッと見でも色味がもう大胆にまた変わってますね。もうここまで来ると、MA1 の色って、いわゆるその B15D と MA1 の規定色セージグリーンなんですけど、なぜ変わったかと言いますとね、エアフォースブルーですと濃色がゆえに高高度で熱を吸収しやすいという、あとは意外とこう視認性のある色味で目立つというところで、逆に目立っちゃうんだ。なので迷彩効果を少し狙ってセージグリーンという新しく規定色がこの B15D から変わるんですね。これ形としては B15C、B とか C にかなり近い、この大きな襟がついてムートンの襟がついて、この大きな襟を単純に外したと、そういうのが MA1 と言っていいんですかね。そうなんですね。この B15 シリーズで、その襟にムートンがついてて、この時に MA1 に移る途中でヘルメットが大型化されて、でこのボア襟に干渉するということで、動きにくいということで、襟が取れて MA1。この形、でこの襟の形って先ほど B15C モディファイドっていうのを紹介していただいたじゃないですか。そうなんですね。時系列的には、当然 B15C というのは B15D より前だったわけですよね。で B15D が出てきて、MA1 になるっていう流れの中で、モディファイドはどこで行われたんですか？誤解されやすいのは、C が出てモディファイして D が出てモディファイみたいな勘違いをよく受けるんですけど、そうではなくて MA1 が登場してからその古いモデルとなったものを一気にこの後に過去のものの全部襟が取られてこういうリブの襟に、そうなんですね。それぞれにモディファイドが存在する。存在します。B15A にもモディファイドがあり、B にもあり C にもあり、
そして D にもあって、はい、もう B15D モディファイドって言ったらもうほぼ MA1 とそうですね、外観はもうほぼ MA1 に近しいですね。何も変わらないと、はい、これ B10 から、はい、この B15D までですね、1943年とか44年ぐらいに始まったコットン製の B10、はい、ここにたどり着くまでに、はい、どのぐらいですか？もう約10年ですね。1950年代前半中盤ぐらいのところまで M1 に来るまでですね。たどり着くまで。すっごい短い間に、そうなんです。今多分皆さんが整理がつかないぐらい、いろんな情報出てきましたけども、目まぐるしく変わってきましたね、進化して。はい、はい、やはりフライトジャケットというのは、パイロットの命を守る服、なのでアメリカの莫大な国家予算ももう投入、はい、なおかつ研究と開発ふんだんに盛り込まれてるっていうのが見え隠れしますよね。じゃあこの MA は、フライトジャケットファンの間ではもう一番人気と言っても過言じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、完成度もかなり高いですしね、こう改良を重ねてきたジャケットでそうですよね、あるがゆえに最高到達線に近いモデルだったと、当時は、いうことで、この MA1 についても、いっぱい掘り下げるところたくさんあります。ありますよね。あります。これは次回に持ち越しということで、次回は MA1 がっつり掘り下げていただきます。わかりました。よろしくお願いします。はい。それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。